皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日スロージャパニーズポッドキャスト第3話ということでやっていきたいと思います。それでは今回も、3つお話をゆっくりと自然に日本語で読んでいきたいと思いますので、ぜひこちらの動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。はい、それではエピソード1から始めていきます。タイトル、彼氏が毎回デート代を割り勘にしてきます。一度もおごってくれたことがないのですが、これって普通ですか？はい、ということで恋愛系ですね。おごられ論争っていう風な感じで議論されがちな話題ですが、本文読んでいきたいと思います。私、23歳女性には付き合って半年になる彼氏のケイタ25歳がいます。付き合い始めた頃からデートの食事代はいつも割り勘です。映画もカフェも旅行の宿泊費まで全て半分ずつ。最初は対等でいいと思っていたのですが、最近は少しモヤモヤしています。友達の彼氏はたまにおごってくれると聞いて、あれ、うちって普通じゃないのかなと思い始めました。試しに先日、たまには払ってよと冗談っぽく言ってみたら、そういうの求めてたの？言ってくれないとわからないよと返ってきました。私が言わなかったのも悪いかもしれません。でも、言わなきゃわからないものなのでしょうか。割り勘が当たり前の彼氏ってどう思いますか？はい、ということで、彼氏が毎回デート代を割り勘にしてきますと。一度もおごってくれたことがない。普通ですか？結論から言うと、絶対におごるのが普通、おごられるのが普通っていうことはないんじゃないかなとは思います。ただ、これ本当日本人だからとかじゃなくて、なんか人によるのかなって思うんですけど、もしかしたら海外の方ではおごるのが当たり前だよとか、女性はおごられるのが当たり前だよとか、もしかしたらあるかもしれないので、その辺はちょっとコメント欄の方書いてほしいんですけど、日本では別におごらないこともあるし、おごることもあると思うんで、一回ぐらいみんなおごったりすることもあるんじゃないですか。なので、それに対して普通ですかと言われたら、普通ではないのかもしれないんですけど、なんだろうな。割り勘が当たり前の彼氏ってどう思いますかと言われたら、別に対等でいいんじゃないですかっていう気はします。余裕がある方がおごればいいんじゃないのっていうふうにも思うし、なんだろうな。あんまり他がどうとか気にする必要がないのかなって。自分の中でおごってもらいたいな。おごってもらいたいなってもうよくわかんないんですけど、おごってもらいたいなって思ってて、おごってくれない彼氏なのであれば、それはね、おごってくれないことに対してなんか言ってみるとか。けど、おごってくれよっていう女の子に対して好意を持ち続ける男性っていうのも、なかなか余裕がないとね、だいぶ稼いでる男の人じゃないとなかなか厳しいところになってくると思うんで、だから求めてるんであれば言った方がいいと思いますっていうぐらいなことですかね。どう思うかと言われれば、絶対におごられることが普通、当たり前ではないと思うんで、それを求めたいのであれば言ってあげた方がいいと思います。で、ちゃんと2人の関係性を維持していきたいのであれば、話し合うとしたらいいと思いますけどね。
私をおごられたいんだよって言ってみるっていうね、そんな話をしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。それでは次のエピソードに行きます。エピソード2、職場で自分だけランチに誘われません。同僚が〇〇さんは来ないよねと話しているのを聞いてしまいました。はい。なるほど。職場で一人だけ昼ご飯に誘われないと。本文読んでいきます。私、27歳女性は今の会社に転職して8ヶ月になります。入社した頃から同じ部署のメンバーがランチに行くとき、私だけ声をかけてもらえないことが多いと感じていました。最初はたまたまかなと思っていましたが、毎回のように自分だけ残されるので、さすがに気になり始めました。先週トイレから戻ったとき、同僚たちが話しているのが聞こえました。ねえ、今日ランチどうする？〇〇さんは来ないよね。じゃあ行こっか。あの瞬間、頭が真っ白になりました。私、嫌われているんでしょうか？何か失礼なことをしたのかと思い返してみましたが、心当たりがありません。こういう場合、自分から一緒に行っていいですかと聞くべきでしょうか？それとも、そんな職場はさっさと辞めた方がいいですか？はい。ということで、エピソード2は、職場で昼ご飯に自分だけ誘われないっていうことですね。相談が、自分から一緒に行っていいですかと聞くべきでしょうか？それとも、そんな職場は辞めた方がいいですか？はい。結論から言うと、職場はさっさと辞めた方がいいですか？辞めないでいいと思います。はい。それは。そして、一緒に行っていいですかと聞くべきでしょうか？聞いてみたらいいと思います。〇〇さん来ないよね、じゃあ行こっかは、まだ関係性ができてない。転職して8ヶ月で、関係性ができてないから、〇〇さんは来なさそうな人だなって、なんか普段の喋ってる感じとか、そういうので遠慮されてるって感じなんじゃないですかね。まだそんな感じな気がするんで、まず一回そう聞いてみたらいいと思うんですよ。聞いてみて、断られたら、なんかもしかしたらね、二人で話したいとか、そのメンバーだけで話したい何かがあるのかもしれないし、嫌われてるかどうかなんてのはわかんないんで、まず一回トライしてみた方がいいと思います。で、一緒に行くことになれば、そこからはね、一緒に行けばいいし、職場でも結構いい関係性作れるんじゃないですかね。あんまり憶測を立てすぎて自分の中でね、怖くなったりしてもあれなんで、事実として、誘われてないという事実があるだけで、その裏の事情とかっていうのはまだ見えてない部分なんで、そこを今から考えてね、悲しい気持ちになるとか、そういうのは、ちょっともったいないなって思うんで、いきなり職場辞めるとかもね。はい。海外でこういう話あるのかな？嫌われてんだよね、みたいなね。ランチ誘われないとか。あからさまな嫌がらせというか、嫌ですっていう、この嫌いを出していくスタイル。海外ではあるんですかね？わかんないんですけど。そういうお話とかもあればコメントお願いします。はい。それでは次のエピソードいきたいと思います。エピソード3。友人に5万円を貸しましたが、1年経っても帰ってきません。催促したらそんなに困ってるの？と言われました。はい。お金の問題ですね。本文読んでいきたいと思います。私、29歳男性は1年前、仲の良い友人のまさき、30歳に5万円を貸しました。
来月には返すと言っていたので、深く考えずに渡しました。しかし、1ヶ月経っても2ヶ月経っても連絡がなく、3ヶ月目にこちらからそろそろどうかなと LINE しました。返信はごめん、もう少し待っての一言。それから半年以上音沙汰なし。先月ついに5万円のことなんだけど、いつ頃返せそうと聞いたら、そんなに困ってんの？お金に困っているなら先に言ってよと返ってきました。困っているかどうかの問題じゃなくて、約束だから聞いているのに。その後からまさきの返信が明らかに冷たくなりました。催促したのは私が悪かったんでしょうか。友人にお金を貸すってやっぱりするもんじゃないですか。はい。ということで、お金の貸し借りの問題ですね。5万円を1年前に貸したと。来月には返すって言ってたのに、半年以上、3ヶ月目にこちらからそろそろどうかなと LINE して、そっから半年以上音沙汰なし。で、先日5万円のことなんだけど、いつ頃返せそうって聞いたら、お金に困ってるのは先に言ってよとか言ってきました。ということで、すぐ来月には返すと言っていたのに、もう3ヶ月半年だから8ヶ月以上とか帰ってきてなくて、催促っぽい LINE したら明らかに冷たくなったと。催促したのは私が悪かったんでしょうか。悪くないです。悪くないですよ。貸して返すって言ってたものを返せてないまさきが良くないと思うんで、1年ぐらいもしかしたら待たせるかもって言うべきですよね、まさきが。友人にお金を貸すってやっぱりするもんじゃないですか。どうでしょう。でも本当に助けたい人には貸していいんじゃないですかって思いますけどね。それが返ってこなかったとしても、それで自分が納得できないとか、余裕がないとかだったら、あんま貸すのはやめた方がいいと思うんですけど、余裕もあるし、こいつのためならと思って貸すんであればいいと思います。で、帰ってこなかったらちゃんと催促はすべきだと思います。日本ではやっぱあんまりこういう問題を起こすと良くないなっていうので、あんまお金の貸し借りってね、しないんですけど。私の国ではこうだよとか、こっちでは貸し借り頻繁にやるもんだよとかあれば、ぜひコメント欄によろしくお願いします。さあ本日も単語がね、いくつかピックアップされて出てきてると思うので、ぜひこの全部をね、理解するではなく、出てきた単語だけでも理解するなり、発音なり、単語なり、ひらがななり覚えてくれたら嬉しいなと思うんで、ぜひこのポッドキャストまた繰り返し聞いて、単語の発音、意味は自分で調べてもいいかもしれません。ぜひ繰り返し聞いてみてください。はい、ということで本日のポッドキャストはこれにて終了させていただきたいと思います。それではまた次の動画で。バイバイ。